皆様こんばんは。さて、何やらここに楽屋と書いてありますね。ここはですね、このバーチャル見せ物屋で紹介した隙間について動画に振り切らなかった僕の個人的にもっと掘り下げたいことや舞台裏なんかをお話しする楽屋でございます。動画の方にもかなりラフな感じで撮って台本はあるんですけど、一発撮り、僕のおしゃべりなくなるぐだぐだしゃっぷりがちょっと爆発するのではないかっていうのが心配なところですが、ぜひゆるゆると皆様の隙間の時間にお聞きいただければと思います。さて、今回は見せ物小屋についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回動画の中でもご紹介しました新宿の鳥の市についてこの楽屋でお話ししたいと思います。実は僕にとって11月って見せ物小屋のシーズンなんですよね。なんでかというと鳥の市がやるとなんです。そもそも鳥の市っていうのは普通のお祭りではなくて熊手を買うお祭りなんですね。浅草とかでもやってるお祭りなんですけど、この熊手っていうのが鯛とか七福神とかお米みたいな縁起物がいっぱいついてて、来年の幸福をかき寄せるみたいなアイテムらしいんですよね。この鳥の市の日って花園神社、新宿の花園神社にですね、熊手を売るお店っていうのが数十軒ブワーッと出店するんですね。そこに屋台がいろいろ出ていて、見せ物小屋はそのうちの一つっていう感じになります。これ動画では話さなかったんですけど、花園神社での見せ物小屋って大虎工業者さんだけじゃなくって大虎さんとあとゴキブリコンビナート、あとデリシャスイートさんっていう団体がですね、年替わりでタッグを組むというかっていう感じで協力してるんですね。なので花園神社の見せ物小屋は今年はゴキブリコンビナートさんだ、今年はデリシャスイートさんだみたいなのがあるんですよ。で、この2つの団体の見せ物小屋ですね、毛色が全然違うんですよ。僕どっちも大好きなんですけど、ゴキブリコンビナートさんから言うとですね、こっちはアングラ全開っていう感じ、苦手な人は苦手というような内野の見せ物小屋なんですよね。もともとこのゴキブリコンビナートさん、劇団さんなんですけど、かなりアグレッシブというか、危険、きつい、汚いっていう 3K を掲げて活動してらっしゃる、劇団さんなんですよ。で、僕はこのゴキコンさんのミュージカルを見に行ったことあるんですけど、適度なプロと過度なエロっていう感じ、わーっていう会場にもよるんですけど、汚れてもいい服を着て見に行くっていうのが、大体のお決まりな感じなんですよね。この僕、ゴキブリコンビナートさんの見せ物小屋は、ヤモリ女さんと、あと狂った OL さんっていう演目が大好きで、詳しいネタバレは避けますけど、ヤモリ女さんは、すごい綺麗な女性の方がですね、フェティッシュな感じというか、なんですかね、怪しく、妖艶な感じで、虫をっていうようなやつで、狂った OL さんは、あれですね、なんだろう、ざっくり言っちゃうと、痛いやつですね。痛いやつで、これお客さん参加できるんですよ。僕やったことあるんですけど、楽しかったですね。クルトリさん、ちょっと幸が薄い感じの方なんですよ。その方がちょっと、誰かいませんかみたいな感じで、痛いやつをそのお客さんと一緒にやるっていうのはあるんですけど、はい、楽しかったです。
一方のですね、デリシャスエイトさん、こっちはですね、小さいお子様でも全然入れるっていうような感じの内容ですね。まあ、デリシャスエイトさんがもともとその雑言レビュー団みたいな団体さんなんですよね。で、こうダンスに手品に、あと昔からある見せ物の演目っていうような感じ。で、このデリシャスエイトさんの見せ物でカッパの姉妹が来るんですよね。で、なんかこのデリシャさんの見せ物小屋ってこう中が2階建てになってまして、上に、オーケストラピットみたいな生バンドがいるんですよ。で、1階で演目やりながら、上では生バンドっていう、からこう、すごい豪華で、とにかく華やかなんですよね。個人的に、デリシャさんの見せ物小屋の方は、スタッフさんというか、司会さんというか、僕の中でちょっとこの前解散しちゃいましたけど、V6 の岡田さんって勝手に呼んでるおじさんがいるんですよ。おじさんが自分で、どうも V6 の岡田ですってしたので、勝手に僕は岡田さんとお呼びしているんですが、その人のセリフ回しみたいなのがとっても素敵なんですよ。例えばその単価で言うと、15分で見れる夢800円で行ける楽園とかっていう工場とか、こう演目とかの司会だとよく見ちゃダメですよって見たら夢が薄くなっちゃいますからねみたいな。で、この見せ物部屋に限らずマジックショーとかもなんですけど、こう人ってこう好奇心のあまりこうない種とか仕掛けを暴こうとするじゃないですか。でも見せ物小屋っていうあそこはもう夢の世界なんですよ。僕にとっては鮮やかでギラギラしててすぐに終わっちゃうような夢だから、僕はすごい見せ物小屋っていう存在、世界が大好きなんですよね。デリシャさんの方もゴキコンさんの方も僕どっちも好きなんですけど、初めて行くっていう人にはデリシャさんを勧めたいかなっていう感じですね。もちろんゴキコンさんの方もすごい刺激的で楽しい、もうこれこそっていうような感じなんですけど、デリシャさんの方はこうどこか懐かしいようなっていう明るくみたいな雰囲気の見せ物小屋さんですね。動画の一番最初の方で最後ちらっとなんかカッパみたいな看板が映ると思うんですけど、あれがデリシャさんの見せ物小屋の動画なんですよ。僕撮りに行ったやつなんですよね。でもこう見せ物小屋僕の知り得る限り最後が、デリシャスイートさんの番だったので、今度復活するなら、多分ゴキコンさんかなっていう感じ。いや、でも楽しみですね。早く眠り女さんに会いたいなと思います。この鳥の市ですね、もちろんお祭りなので、見せ物小屋以外にも楽しいものがいっぱいあるんですよ。飴細工屋さんとかあったりするんですね。お金払って、例えばうさぎ作ってくださいとか、ドラゴン作ってくださいって言うと、飴とハサミ一つでチョキチョキチョキってやって、動物作ってくれるっていう飴細工屋さんですね。その他にもいろいろあるんですけど、僕個人の楽しみ方としては、まず、神社に着いたら、山形屋さんに行ってですね、まず腹ごしらえをするというか、500円で買えるんですけど、バターいっぱいトッピングが自分でできるんですよ。バターと、あと、何だったっけな、巻き餅とか、コーンとか乗せられるので、まずはそこでちょっと食べて、チョコバナナとかも食べて、軽くちょっとお腹を満たしてから、見せ物小屋に入っていって、で、最後、帰りですね、人の波に流れるように、行きながら、リンゴ飴を買って帰るっていうのが、僕のお決まりのコースっていう楽しみ方ですね。で今は多分ないと思うんですけど、前はお酒飲めるところとかもあって、おでんとか、あと海鮮を焼いたやつとかもありましたね。
ちょっとかっこいい、多分、観光客の方なんか、海外の観光客の方なんかが、こう、ちょっと喜びそうな、かっこいい、お面屋さんとかもあるんですよ。鳥の市は、熊手を買うお祭りって言ったんですけど、この熊手ですね、いろんな人が買いに来るんですよ。結構、あの、企業の、社長さんとか、結構有名人とかですね、買いに来るんですね。でこの鳥の市の熊手は、こうちっちゃいのから大きいのまでいろんなサイズがあるんですけど、去年買ったものよりも一つ大きいサイズを買っていくみたいなのが、同じサイズでもいいんですけど、こう一つ大きいサイズを買っていって、こう、どんどん、こう、熊手を大きくしていくっていうような、まあ、決まりじゃないですけど、なんかそういうのがあるんですよね。で、熊手を買うとですね、お店の、おじちゃんとかお兄さんたちがですね、表紙っていうんですかね、あれ持ってきて、その、年の幸福っていうのを祈って三本締めをしてくれるんですよ。で、お店が数十軒といろいろあるので、鳥の市、花園神社の鳥の市ですね、もうこうあっちこっちで、こう、意気健康とした、こう、拍子木の音と、あと三本締めの掛け声っていうのが聞こえてくるので、空気感っていうのもですね、とっても楽しいんですよね。で、今年、2021年でいくと、鳥の市、11月の20日、それから21日が、本祭のようです。見せ物小屋はないんですが、ほんのちょろっとだけ、屋台も復活しているそうなので、近くの方はぜひ、花園神社でですね、年の瀬の羽の空間を楽しまれてはいかがでしょうか。僕コメントを一つ一つ、しっかり、読ませていただいているので、何かこう、もし行ったよというような方がいましたら、コメントでね、教えていただけると嬉しいです。ということで、今回のお話は、偽物小屋でした。それではまた楽屋の隙間でお会いいたしましょう。いい夜を。